こんにちは、FETC の藤井とカメラ裏のタイです。本日の企画は何ですか？はい、今回はお茶のかぶせについて説明したいと思います。僕らの動画を見ていてもこのかぶせっていうワード結構出てくると思うんですけれども、じゃあこのかぶせのお茶って何なのかとか、どうやって栽培しているのか、どんな違いがあるのかっていうことについて説明したいと思います。じゃあ早速まずは茶葉見てもらうのが早いと思うので、これ今かぶせと露地それぞれのお茶を用意してみました。こうやって見ていただく通り、ちょっとこう黄色いくすんだ色のものと緑色が濃くて鮮やかなもの、それぞれ色味の違いがあると思うんですけれども、これどっちもやぶきたっていう同じ品種なんですけれども、栽培方法によってこれだけ色味が変わってくるというような違いがあります。色味ってこんなに違うんですね。そうなんですよ。結構このかぶせによって水色が変わるっていうのも最近のそのお茶の市場ではかなり大事なことになっているので、こうやってかぶせをする生産者さんは結構いらっしゃいますね。じゃあこのかぶせって何なのかっていうお話なんですけれども、この画像をちょっとまず見ていただいて、こういうふうに茶葉を収穫する前数日間、ないしは一番長くて20日間ほどですね、茶葉にこういう覆いをして日光を遮って収穫をするんですよ。でこのプロセスを一般的にこのかぶせ、被覆栽培っていうふうに呼んでいます。でこれ一畝がだいたい50メートルぐらいあって、でこの長さのネットをみんな手作業でかけて、で収穫前にはそれを一個一個外してっていうことをやっていくので、実は農作業としてはめちゃくちゃ大変な作業なんですよ。じゃあ意外と簡単に飲んでるお茶もすごい大変な労力で作られてるっていうこと？そうなんです。めちゃめちゃ手間暇かかってます。そんなに大変なことなのになんでわざわざかぶせるんですか？そうですね、かぶせをする大きな理由って3つあって、まず1つ目が旨味をしっかり茶葉に蓄えさせてあげるっていうこと。2つ目が、その茶葉の水色、色を鮮やかに濃い緑色にするっていう目的が2つ目で、3つ目が覆い香って呼ばれる、このかぶせをした時に生まれる独特の香りをつけるっていうのが3つ目の目的になります。まず1つ目の旨味が濃くなるっていうところなんですけれども、お茶ってカテキンとテアニンっていう成分があるんですね。でこのカテキンが渋みを司る成分、テアニンっていうのがアミノ酸なので旨味を司る成分になっています。でこのテアニンっていう旨味成分がお茶の根っこで作られて葉っぱに上がっていって、でそれが最終的に旨味になっていくんですけれども、これが日光を浴びることで光合成をしてカテキンに変化するんですよ。なので日光を遮ってあげると旨味成分がカテキンに変化せず旨味成分として残るので、茶葉の旨味の量が濃くなっていくっていうような理由になってます。2つ目の水色をより鮮やかに色濃くするっていうところなんですけれども、これもちょっと写真をお出ししますね。こうやって見ていただくと、このかぶせをした茶葉って普通の茶葉に比べてすごく鮮やかな緑色が濃い濃緑の色になってると思いませんか？結構葉っぱにも色艶、光沢が出て、茶葉を見ただけでもかなり鮮やかな緑色っていうのが伝わってくると思います。なんでお茶の色をこういう色に変えないといけないの？これが最近の茶市場の傾向なんですけれども、やっぱり水色が鮮やかなお茶って美味しそうに見えるので結構高い評価を受けることが多いんですよ。なので、普通の茶葉で煎茶であってもこういうかぶせをして色鮮やかにすると、結構市場で高い評価を受けられるっていう理由がありますね。じゃあ味っていうよりかは、この色の部分は見た目のところっていう感じかな。おっしゃる通りです。でもこれもね、お茶の大事な要素の一つなので皆さん結構かぶせはするんですよね。でじゃあ最後3つ目の香りについてで、これ覆い香っていう香りがあるんですけれども、これは本当に茶葉にかぶせをした時に初めて生まれる香りで、ちょっといいお茶のパッケージを開けた時にふわっと海苔みたいな香りが立ち上ってくることってありませんか？あります。そう、あれがまさに覆い香って呼ばれるもので、これジメチルスルフィドっていう成分が後期成分として由来しているんですけれども、このジメチルスルフィドがかぶせをすると作られるんですね。でこれは結構高級茶の証とも言われていて、なんでこの海苔の香りがするお茶に出会った時は、これしっかりかぶせをして作られてるんだっていうのがすごくよくわかると思います。確かに結構いただいた高級茶開くとわーっと海苔っぽい香りがする。それだったんですね。そうなんですよ。あれがもう本当に高級茶の証ですね。じゃあなんでかぶせるんだったりとか、もうかぶせるとどうなる
っていうことは分かったんだけど、カブセで作られているお茶ってどういうものがあるんですか？はい、一般的にこのかぶせをすると言われているのが3つお茶の種類としてはあって、1つ目が文字通りかぶせ茶っていう三重県で多く作られているお茶のこと。で、2つ目が玉露と呼ばれる、最高級の緑茶ですね。で、3つ目が抹茶の原料になる天茶。この3つに関してはかぶせをして作っています。その中でも玉露は20日間以上で、これ抹茶に使われる天茶もそうなんですけれども、20日間以上のかぶせをして作られるっていうふうに決まっていて、かなり長い期間かぶせをするので、旨味がしっかり蓄えられていたり、あとはもう水色が本当に鮮やかだったりっていうような一般的なお茶とは手間暇がかかっている分、若干価格が高かったりっていうような、理由がありますね。で、あとはちょっと難しいんですけど、かぶせ茶って一般的にかぶせをして作られるお茶のことをかぶせ茶って呼ぶんですけれども、最近だともうこのかぶせ茶も玉露と同じぐらい2週間以上とかの長い期間かぶせをするものもあって、なんで結構煎茶の中でも高級茶って呼ばれるものはこのかぶせがかなり長い期間されているっていう傾向もあります。はい、でもう一つかぶせをされて作られるお茶っていうのがあって、これって厳密に言うとかぶせをしているわけではないんですよ。それってどういうことですか？これが、山の中にある畑とか、あとはその川のそばにあって朝夕になると霧が出る産地畑とかは、このかぶせが実質されているような状況になるんですね。山の中にある場合は朝日が昇る時とか、もしくは夕方になって日が沈む時っていうのは周りの山に遮られて日光が直接当たらない状況ができると思うんですよ。で、これ霧も一緒で、霧が出てる間は日光が遮られるので、こういう風に畑の日が遮られているとか、霧によって日光が分散して当たりづらくなっている状況ができると、これって実質かぶせをしているのとかなり似たような状況が作られているんですよ。なんでこういう土地は本当にネットをしなくても天然のかぶせがされているので、旨味がちょっと強く出ているっていうような傾向はあります。じゃあお茶の名産地って言われるのが山あいの部分が多かったりっていうのはそういうこと？おっしゃる通りです。その昼と夜の寒暖差が多くて霧が出やすいところ、特に鹿児島の霧島とかは本当文字通りね、地名に霧って入っている通り、そういう風に天然の遮光がされているので美味しいお茶が作られる町っていう風に言われてますね。じゃあかぶせっていろんないいこと聞けたんですけど、いわゆる高級茶だったりとかいいお茶になるにはやっぱりかぶせをした方がいいっていう。その通りで、かぶせをしたお茶っていうのが最近の茶市場では結構高い評価を受けることが多いので、結構そうやって高い値段で取引されるお茶を作るためにはこのかぶせっていうのは結構大事なプロセスなんですよね。じゃあなんでみんながみんなやってないの？これが結構先ほども話した農作業の負荷がめちゃめちゃ重いっていうのも一つデメリットの一つではあるんですけれども、それ以外にもさっき話した大イカが作られると品種が持ってる元々の香りっていうのが若干やっぱり隠れちゃうんですよね。なんで品種の特性をそのまま残したい方とか、そういう香り高いお茶をそういう他の香りに邪魔されずにそのお茶の香りだけで作りたい方っていうのはかぶせをしないで露地栽培でお茶を作っているっていうケースが多いですね。なるほど。じゃあ品種のその特有の香りだったりとかを感じたいときは、かぶせじゃないやつを買ってみるといいかも。おっしゃる通りです。はい、じゃあそのかぶせが何なのかっていうことは分かったと思うんですけれども、実際にこのかぶせのお茶とそうじゃないお茶、露地のお茶っていうのを入れ比べて実際飲み比べしてみようと思います。はい、じゃあ今この2種類のかぶせのお茶とそうじゃない露地のお茶っていうのを入れてみました。ね、これさっきもお話しした通り、同じやぶきたっていう品種を使っているんですけれども、かぶせか露地かでこれだけ結構色に違いが出てます。もちろんこの水色ってそのかぶせかどうかだけが左右するんじゃなくて、品種の違いだったり、あとはその育て方だったり加工方法の違いで変わったりもするので一概には言えないんですが、やっぱりかぶせのお茶っていうのは比較的鮮やかな濃い水色になることが多いですね。ではちょっと早速飲んでいきましょう。まずはじゃあ露地の方のお茶から飲んでいきます。ほんとこれ露地でしかも有機栽培なのでかなりすっきりした味わいで、香りもちょっと青葉の香りがふわっと爽やかに抜けていくみたいな、そういうやぶきたのお茶ですね。でじゃあ今度続いてこっちのかぶせのお茶、やぶきた飲んでいきます。いやもう本当にやっぱ味わいが全然違いますね。こっちの有機のお茶もめちゃめちゃ美味しいんですけど、旨味が濃くて一気にまったりする香りというか、
濃厚な味わいが楽しめるのは明らかにこっちです。で、香りもさっき話したちょっとこう海苔のみたいな大イカがしていて、これやっぱりちょっとこう高級茶というか、僕らはもう気分上がる香りですね。じゃあこの2つちょっとタイさんも飲んでみますか？はい。いかがですか？やっぱりこれすごいね。濃いね、そのかぶせの方は、ぎゅっと旨味が詰まってて、はいはいはい。なんかゆったりしてる、集中してお茶に向き合って飲むとすごいいいなと思って。ね。逆にそのかぶせじゃない方、路地の方は結構軽めでごくごくいけるなっていう印象かな。わかりますね。本当にこうやって2つ飲み比べてみると、この栽培方法、路地かかぶせかっていうので味が全然違うのがわかると思うので、ぜひよかったら皆さんも飲み比べしてみてください。はい、今回かぶせについて説明したんですけれども、かぶせもね、もちろん良し悪しはあるんですけれども、こういう高級茶とか旨味が濃いお茶を飲みたいっていう時はこうかぶせのお茶を選んでいただくと、そういうお茶に出会える可能性高いので、よかったら皆さんもこういう風にね、お茶を選ぶ時の参考にしてみてください。僕らのサイトでもかぶせのお茶は結構たくさん売っていて、概要欄にリンクを貼っておくので、そこからこう商品ページ飛んでみるとかぶせかどうかっていうのも記載をしているので、よかったらそれを参考にしながらお茶を選んでみてください。今回の動画はいかがでしたでしょうか？この動画が参考になったよっていう方がいたら、高評価ボタンと、あとチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは藤井とタイでお送りしました。また次の動画でお会いしましょう。